はい、皆さんこんにちは。今回の動画では、トレード力を向上させるトレードノートの書き方というテーマでお話をしていきたいと思います。トレードノートと聞くとですね、単なる取引の記録でしょっていうふうに思う方もいるかもしれませんが、トレードノートというのはうまく活用することでトレード力を飛躍的に向上させることができます。では、どのようにトレードノートを取ればいいのかということに関して、この動画では具体的な項目の例も提示しながら説明をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の対象視聴者はこちらの方です。何をどのように書けばいいのかわからない方。毎回3日坊主で終わってしまうという方。それから今一つトレードノートをつけるモチベーションが湧かないという方です。最近トレードを始めたというビギナーの方であれば、何をどのように書けばいいのかわからないという方は多いと思いますが、ビギナーでなかったとしても、毎回のトレードでトレードノートをつけたりつけなかったり、まちまちという方にとってはですね、トレードノートを書く動機づけにもなると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめにトレードノートの重要性について解説をしたいと思います。トレードノートを書く重要性は、今スライドに表示させている2つの点にまとめられると思います。1つ目がトレードの分析、そして2つ目がトレード手法の評価です。これらを順番に解説していきます。まず1点目のトレードの分析についてですが、これはトレード時の相場をどのように捉え、どのように判断したのかを振り返ることで、問題点と改善すべき点を可視化することができます。トレード後に振り返ってみたら、なんでこんなところで入ったんだろうと思った経験、皆さんありませんか？冷静に分析、判断していたつもりでも、実際の行動はそうでなかったっていうことはよくあります。行ったトレードが自分のルールや何らかの根拠に基づくものなのか、またトレードを行う中で何らかのミスをしたかどうかを検証することができます。次に2点目のトレード手法の評価についてです。これは特にビギナーの方や、ビギナーではないんですけれども、まだ自分の取引手法というものがしっかりと確立されていなくて、今まさに自分の取引ルールを構築されている過程にあるという方に当てはまると思うんですけれども、今の取引ルールに何らかの改善が必要なのか、またはそもそも使い続ける価値のあるものなのか、一定の期間のトレード結果と照らし合わせることで評価を行うことができます。では冒頭のスライドに戻ってトレードノートを書くときの3つのポイントについて解説します。まず1つ目は BDCA サイクルを意識。次にどのようなデータを取りたいかに応じて項目設計。最後にスクリーンショットは必須の3つです。PDCA サイクルは改善の方法論として有名だと思いますので、詳細は割愛します。PDCA サイクルに関しては、一つ一つのトレードの単位、それから一定期間のトレードのまとまり単位で振り返ることで、問題点の把握と改善のための施策を考えるということです。うまくいかない場合は何らかの原因がありますので、そこを突き止めるということと、人ってやはりミスをしますので、同じようなミスを何回もしていないかどうかという傾向もノートをつけていると見えてきます。ですので、そういった問題に対して対策を考えていくことが重要になるということです。トレードノートって記録することが目的ではないんですね。この視点があるかないかでトレードノートの扱いがだいぶ変わります。2点目の項目設計のところについては、皆さんがどういうデータを取っていきたいかに応じて設計するのが良いと思います。今回の動画のメインのポイントなので、後ほど例を紹介します。最後のスクリーンショット。これはもうマストですね。人間の記憶ってやっぱり僕らが考えている以上に弱いので、すぐに忘れます。なので、環境認識した時の状況やエントリーの位置をスクリーンショットと一緒に残して振り返るようにするということが大事なんですね。それでは以上のポイントを踏まえ、実際の項目例をいくつか紹介していきたいと思います。1点目はなぜエントリーしたのかという点です。このトレードは自分のルールや手法に基づいたものなのか、または一時的な感情に突き動かされてしまったトレードなのか、エントリーした理由を明確にすることは、トレード実施前の思考プロセスと判断を見直す機会にもなります。続いて、このトレードでの狙いは何かという点ですが、こちらの項目に関しては、このトレードでは相場のどのような動きを狙ったのか、エントリーの理由と合わせて振り返ることでトレードのプランを評価することができます。レンジブレイクの場合を例にとって説明したいと思いますが、例えば、このような下降トレンドが継続していて、底値圏でレンジ相場を形成します。そしてその後、レンジの上限をブレイクするような形を伴って上昇トレンドへ転換していくというケースですね。例えばレンジブレイク一つとっても、このブレイクの一波目ですね。こちらをトレードしていくのか、もしくはレンジをブレイクした後の押し目の形成を待って、そこからの押し目買いを狙っていくのか。この N 波動の
3波目と言われるものですね。そちらを狙ったトレードをするのか、もしくはレンジをブレイクする波の起点からレンジをブレイクして押し目を形成するのを待って、さらにこの押し目買いの3波目まで一気通貫で狙うのか。相場のどの動きを狙うのかによって、損切り位置もそうですし、利確の目標の位置っていうのも全く変わってきますよね。狙いがないっていうことは計画がないことになりますので、感情的なトレードやチキン利確、もしくは利益確定の目標も損切り位置も曖昧で、ただなんとなくというトレードになってしまいがちです。今回行ったトレードは相場のどのような動きを狙ったものなのか、そのプランを評価する必要があるでしょう。続いて結果。こちらに関しては説明不要かと思います。勝ち、負け、それから引き分けのいずれかを記入していきます。次の計画利益、損失、リスクリワードについては、損切り位置と利益確定の目標をトレードする商品に応じて Pips や金額で記載します。為替であれば Pips ですし、株価指数やコモディティであれば金額幅で記載するといった具合です。実績利益、損失、リスクリワードに関しても同じですね。実績の利益と損失をトレードする商品に応じて Pips や金額で記載します。これらは計画と比較することで再分析が可能です。例えばトレード前の計画時においてはいつも1対2、1対3といったリスクリワードなんですけれども、実際には1対1にも満たないのがほとんどだという場合には何らかの問題がありそうですよね。そのように計画と実績を比較することで、分析をすることができます。リスクリワードに関しては、勝率とリスクリワードはトレードで利益を出すための車の両輪です。事業でいうところの損益分岐点に該当しますので、しっかりとモニタリングすべき指標でしょう。次のこのトレードで良かった点は何かという項目は僕がお勧めする項目の一つです。トレードって学習中もそうですし、実際のトレードも一人で行う完全孤独なプロセスですよね。横に張り付いて教えてくれる人がいるなら別ですが、そんな恵まれた環境にある方は稀でしょう。例えば学校や会社であれば、先生なり上司が正しい方向にガイドしてくれて、またいい成績やいい仕事をすれば褒めてくれます。中にはですね、そんないい上司なんていませんよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、それは一旦置いておいて、とにかくですね、この褒められるという経験が、勉強や仕事における自信につながってくると思うんですね。ただトレードにはこれがありません。なので始めたばかりの時やうまくいかない時っていうのは、自分がやっていることが正しいのか、間違っているのか判断がつかず迷ってしまい、自信を失ってしまうことが多いと思います。だからこそトレードで正しく振る舞うことができた場合は、自分で自分を褒めてあげることが大切です。人は褒められると脳内でドーパミンが放出され、幸福感に包まれることが分かっているそうです。ドーパミンは快感ホルモンとも呼ばれているので、脳はその快感を再び得ようとして頑張ろうとします。つまり気持ちが前向きになってやる気が出てくるので、正しく振る舞えたという小さな成功体験とともに自信につながってきます。自分のトレードに自信が持てる。これはいいことでしかありませんよね。どんな小さなことでもいいから自分で自分を褒めてあげる。ぜひ試してみてください。次のトレード以降で改善すべき点は何か。一つのトレードにおける PDCA サイクルの最後のステップとして、将来のトレードで改善すべき点や自分が良くする間違いに対する対策を考えます。トレードノートも継続して書いていくと自分の癖みたいなものが見えてきます。そうした良くない傾向が見えてくれば、それをやらないようにすることで負けを減らすことにつながり、結果として成績を向上させることにつながります。続いて感情の記録です。トレード中の感情の記録も効果的であるとよく言われます。これはひとえに、感情がトレーダーに誤った判断を行わせ、ルールを破り、馬が人参を追いかけるように相場を追っかけてしまうからでしょう。トレードの執行時に恐怖を感じた。それはなぜか。ポジション保有中はずっとそわそわしていて落ち着かなかった。それはなぜなのか。トレード時の感情を振り返ることは、なぜそう感じたのかを考えるヒントを与えてくれるでしょう。最後は確信度合いです。これも先ほどの良かった点に続くおすすめの項目です。確信度合いとは行ったトレードに対してどのくらい自信があったのかの記録です。これは自分がそのトレードに自信があったとして、それが実際の結果に統計的にデータとして結びついているものなのか、もしくは単なる思い込みなのかを測る指標になります。例えば10個の勝ちトレードがあったとします。そのうち7つのトレードは確信度合いが高かったものであれば、そのトレーダーのマーケットの見方や分析は、その人にとってかなり適切なものであると捉えられますし、確信度合いが高い時だけトレードを行えばいいと、自身を納得させる指標にもなり得ます。自分がやっていることに対して自信があるかどうか。
言うまでもなくあった方がいいですよね。その自信をデータとして可視化するための項目がこの革新度合いです。ここまで項目の説明をしてきましたが、これらを一つの例として参考にしていただければと思います。他にもトレードを行った時間帯を記録するなどといった点もありますよね。冒頭にもお伝えしましたが、自分はどのようなデータを取っていきたいのかに応じて項目を設計されるのがいいのかなというふうに思います。さて、皆さんはトレードノートをどのようにつけていますか？ Excel でまとめている、何らかのアプリを使用している、もしくは手書きでノートにまとめているなど様々だと思います。こんな方法やツールでやっていますというやり方があれば、ぜひコメント欄で教えてください。ちなみに僕は Notion というタスク整理のウェブサービスを使っています。今回紹介したような各種項目と、当時の環境認識の状況などもスクリーンショットで一緒に保存できるので、加えて簡単な集計も行うことができ、非常に便利です。データが一元管理できる上に動作もサクサクと動いて非常に快適です。この動画を見てトレードノートを真面目につけてみようと思った方は、ぜひいいねボタンを押していただけると今後の動画作成の参考になります。それでは今回の動画は以上で終了です。ご視聴ありがとうございました。